こんにちは。今回は一人暮らしの生活費の動画になります。固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。で、最後には、1ヶ月にかかる生活費のうちに何がどれくらいかかっているのかっていうのを円グラフにしてみようと思いますので、よろしければ皆さん参考にしてみてください。ではまず固定費から、家賃ですね。家賃が42,284円、地方に住んでます。で、お部屋は 1K でプラス広めのロフトがついているので荷物とか結構置けたりとかしてそこは便利だなって思ってます。一人暮らしですのでね、1K くらいでいいかなって思ってますので、キッチンとかも別に部屋的には分かれてるので、こんなもんだろうっていう感じですかね。で、スーパーとコンビニが徒歩3分のところ、駅もですね、どれも徒歩3分くらいですね、くらいなところにあるので、すごく便利な場所になってます。私車持ってないので、この立地っていうのは結構、部屋を選ぶときにはですね、ポイントになりました。で、この3年ちょっと前までは東京に住んでたんですけれども、もし東京で今と全く同じ状態のお部屋を借りるとしたら、そうですね、部屋的にも多分8万くらいはすると思うし、この駅が徒歩3分っていう立地を考えると10万くらいになるかもしれないななんて思ってます。東京はね、家賃が高いなっていうのがネックなんですけれども、地方に来るとね、ちょっとその同じくらいの条件のお部屋でもちょっとだいぶかな、だいぶ金額が安く借りれたりとか、あと広い部屋に住めたりするのがいいなっていうふうに思ってます。はい、では次、電気代ですね。電気代、先月4月の電気代がですね、2844円です。これはですね、年間でもかなり安い方だと思います。で、ちなみにですね、先月3月の電気代の方が3659円でしたので、先月に比べて815円ほど安くなった計算になりますね。これはやっぱり暖かくなってきたので、エアコンをほぼ使わなかったっていうのがその差じゃないかなっていうふうに思ってます。はい、では続いてガス代ですね。ガス代が4664円。これも先月に比べてすっごく下がってます。この水道光熱費の中でですね、うちはガス代がすごく高くて、それがちょっとネックかなっていうふうに思ってるんですけれども、ちなみに先月じゃないや先月かな、3月のガス代は7238円だったんですね。なので今回は2574円安くなったっていう計算になります。これもですね、やっぱり冬から春になって、そのお湯を使う機会が少し減ってきたのと、単純にでですね、ガスを使ってお湯を出す時とかも、もともとの水が真冬みたいにすっごい冷たいわけじゃないので、その差もあってそんなにガス代がかからずにあったかいお湯が出るような感じになったのかなっていうふうに思います。とにかく冬のガス代っていうのはべらぼうに高いですね。なので、季節が変わるだけでこんなにガス代が変わるんだなっていうのを実感してます。4664円ってね、プロパンガスなので高いっていうのももちろんあると思うんですよね。東京に住んでる方とかだと都市ガスなので全然値段はそっちの方が安いですよね。あとこっちに引っ越してきてみて知ったんですけれども、同じエリアでもですね、結構ガス会社とかあと不動産の契約とかによって結構ガス代が高くなっちゃったりするパターンとかもあるので、そういうのは
一律のガス代だった都市ガスは良かったななんて今思ってるんですけども、とにかくガス代っていうのは結構今の私の生活を圧迫する原因になってます。これから夏なんでね、ちょっと楽になるかなっていうふうに思ってるんですけれども。はい、では続いて水道料金ですね。こちらは3165円。これ私毎回動画で言ってるんですけれども、本当に水道料金は年間通して変化がないんですよね。だいたい3000円なんですよ、いつも。使う量とかね、ある程度変わってもそんなに大きく変わらないんですよ。結構今回水いっぱい使ったなって時でも3300円ぐらいだったりとかして、だからどういう料金の仕組みになってんのかはよくわからないんですけれども、逆にですね3000円をあんまり下がるってことはないので、水別にこう節約とかしようとしてもそんなに金額的には変わんないんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、では続きまして携帯電話ですね。1080円、私は楽天モバイルを使っておりまして、これは料金プラン的に多分一番安いやつなんじゃないかなと思います。3ギガまででしたら1080円で、3ギガ以上使っちゃうと料金が上がってきちゃうっていうプランなので、私はですねほぼ家にいて出かけることってまずないので、家にいるときは Wi-Fi につなげてるので、携帯の方のギガ数は減らないように気をつけてます。なので毎月1080円っていう形でこれをキープできてますね。はい、では続いて Wi-Fi なんですけれども、使ってるのはソフトバンクエアーですね。3678円。だいたい Wi-Fi ってどこでもこれくらいの金額はするかなっていう感じなんですけども、契約してから2年間はこの金額で、2年を過ぎると、5000ちょっとぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、それくらいするプランなので、おそらくもうすぐこの金額が上がっちゃうんじゃないかなと思って、ちょっとね怖いなっていう感じなんですけど、しょうがないですね。そんな感じで以上が生活費じゃないや固定費になります。今回は57,715円ですね。これはもう毎回この水道光熱費の変化がどれくらいだったかによるので、ここは特に節約しようとか考えたことはないですね。電気代とかガス代とか水道とかケチっちゃうとね、生活の質が下がるので、寒いのにエアコンちょっとつけるの我慢したりとかね、お湯を出すのを我慢したりとかね、ちょっとそれはね大変なので無駄遣いはしないようにはしてますけれども、特別ここは節約っていう意識はないですね。はい、では続いては変動費ですね。まず食材費17,811円、これは自炊するためにスーパーで買う食材ってことですね。お肉とか野菜とか米とか調味料とかそういうものになります。だいたいですね2万円以内に収まってますね、毎月。で今日じゃなくて今回は17,811円なので、比較的今回は食材費は安い方かなっていうふうに思います。ちなみに先月というか先々月なんですけども、前回は19,208円でした。でも普通に買い物してたらね、2万円くらいは一人暮らしで行くと思います。で食材費が高くなる月っていうのはお米とか調味料とかを買った月だったりとか、そのストック的な食材をですね買った月だったりとかするので、だいたいいつも2万円以内に収まればいいやっていうふうに思ってます。で食材費についてもですね、私は特別に節約しようっていうふうに考えてるわけじゃないので、普通に買っててこれくらいですね。ただやっぱスーパーに行くと高いものとか自然にそんなに手を出したりとかはしないので、
そうですね。どっちかっていうと下手に節約しすぎるようにしちゃうとあのちゃんとした食生活じゃなくなっちゃうので、多分これ以上ね食材費削っちゃうと食事の質も下がっちゃうと思うんですよね。だって肉とか魚って結構値段しますよね。だからそういうのとかをあんまりにもこう節約節約ってしてしまうと、まあおそらく健康とか体っていう部分に若干影響が来るくらいになっちゃうと思うので、まあ無駄な食材は買わないけれども普通に買ってて2万円以内っていう感じで毎月過ごしてます。はい、では続いておやつ代ですね。おやつ代1011円。今回はですねすごく安いです。もうね本当にここ3年ぐらいで一番安いんじゃないかなって思ったくらい安いんですけれども、っていうのもあのちょっと前の動画で出しましたが、ちょっと体重が増えすぎちゃってね、少し、ダイエットってほどじゃないんですけどもお菓子のバカ食いとかを制限するようにしてるんですね。なのでこれまで買ってたお菓子とかがだいぶ買うのが減ったので、それがこの金額に現れてるんだと思います。ちなみに前回のおやつ代はですね3923円なんですよ。約4000円なので、ほんと3000円減ったっていう感じですよね。3000円分のお菓子を買わなかった食べなかったっていうことなので、これは金額的にも健康的にもとてもいいんじゃないかなって思います。ちなみに今回の1011円なんですけども、実はこれ食パンとかもここに含めちゃったんですよね。食材費に入れるかどうかちょっと悩んだんですけども、食パンとかも入れたので多分400円分ぐらいは食パンが入ってると思うんですよ。そうそう、なので場合によっては食材費に入れてもいいかなって思った食パンなので、うんとまあ、実質6、700円700円ぐらいしかおやつは買ってないっていう風にね考えてるので、自分的には今回はグッジョブというかよくやったっていう感じに思ってます。ちなみに食パンをねおやつに入れた理由としては、私からするとパンっていうのは結構なんて言うんだろう、嗜好品というかいう風な位置づけになってるので、そういう意味でおやつに入れちゃったのかなって思います。でその食パンを買った理由っていうのもね、本当は私菓子パンが食べたいって思った時に食パンを買ったんですよ。で食パンを買ってきてちょっとブランが入ってる食パンとか全粒粉がちょっと入ってるやつとか、そうちょっと無駄なあがきなんですけど、そういう真っ白じゃない食パンを買ってきて、それに蜂蜜とかをたっぷりつけて食べたりとかバターつけて食べたりとかして、結局バターやら蜂蜜やらつけてるんじゃんっていう話なんですけども、普通の菓子パンを買うよりは、おそらく添加物とかもその方が少ないし、甘い部分とかもね自分で調整できるので、あとねサンドイッチも作れましたね。サンドイッチは玉ねぎとかキャベツを刻んだやつをマヨネーズとからしであえて、あとは卵サンドとかね、卵とマヨネーズですね。これもねおやつに入れたくなった理由っていうのはですね、マヨネーズを使ったからなんですよね。で別にそんなマヨネーズを使ったサンドイッチなんて普通に食材じゃんって思うかもしれないんですけども、実は私マヨネーズを食べ始めたのがここ最近なんですよ。多分10年くらいね基本的にマヨネーズ食べてなかったと思います。外食とかコンビニのサンドイッチとか普通に食べてたんですけど、自分でマヨネーズを買って自分家でマヨネーズを使うっていうこと自体はしてなかったんですよね。やっぱマヨネーズって調味料として、栄養価は高いけどカロリーも高いので、そうだから禁止はしてなかったけど自分家では使わないっていう習慣になってたんですよね。でもなんとなく
こう食事を制限ってほどじゃないんですけど、こうお菓子とかをやめたらちょっとそういうのも買ったサンドイッチとかもちょっとなって思うじゃないですか。なので、自分でちょっと作ってマヨネーズの量とかあとは、玉ねぎとかキャベツとかそういう切り刻んだ野菜を入れたりとか、そういうのでカロリーは高いけど、栄養価も買ったやつよりはいいかなっていう感じで食べてたっていうのもあって、そういう意味でマヨネーズが入ったサンドイッチを作る元となったパンもおやつに入れたくなったっていう理由で、おやつ代に入ってます。はい。では次、外食カフェなんですけども、これはですねもう本当に0円で、逆に悲しいっていうかね、引きこもりですのでね、仕事もしない無職引きこもりの女ですので、ちょっと悲しいですけど0円です。ちょっと節約っていう面ではいいかもしれないけど、なんて言うんだろう、この私の人生っていう意味ではちょっと心配だなっていうふうに思います。はい。次はコーヒー豆ですね。4月はコーヒー豆ストックがまだあったので買いませんでした。3月に買ったコーヒー豆がですね、そろそろ切れるので、今月5月はですね、きっとここにコーヒー豆代っていうのが入るかと思います。はい。では続いて生活用品3741円ですね。普通だなっていう感じですね。で、月によってはね2000円くらいで済む月もあれば8000円くらいいっちゃう月もあったりするんですけども、生活用品ってね、結構洗剤とかいろいろ日用品って一気にいらなくなった時じゃないや、なくなった時に買ったりするじゃないですか。なので差が多いっていう感じで、これは必要なものを買ってるので、これくらいだろうなっていう感じになります。はい。では続いて医療健康、こちらは8000円。これはスポーツジム代ですね。なので毎月必ずここに8000円は発生するっていう形になります。で、スポーツジム代ってこれって趣味代とかそういう風になるんじゃないって思うかもしれないんですけども、もう私の認識としては趣味で通ってるっていうよりも、最低限の健康を維持するためっていう理由で、いずれ医者に行くぐらいだったら今ジム行っとこうっていう気持ちでね、通ってるジムになりますので、私からするとここは医療健康になりますね。で、これは体の健康とかはもちろんなんですけども、いわゆるメンタルヘルスにも大きく関わってきてるかと思うんですね。私はもうずっとこう引きこもりで一人暮らしをしていて、もう社会復帰がなかなかできずにね、ちょっと短期で働いてはまたこうやって無職になってっていうのをここ3年ほど繰り返しているんですけれども、この生活ってね本当に誰にも合わないんですよ。本当にスーパーに行く、コンビニに行くくらいしか出かける用事ってないから出かけないし、で本当にね、今日何喋ったかなっていうと何も一回も喋らないっていう日は多いし、で2、3日に1回スーパーに行くとスーパーのレジのところでクレジットカードでお願いしますとか、コンビニでエディでお願いしますとか、発する言葉が本当に冗談じゃなくそれだけなんですよね。今日一日で喋った言葉、エディでお願いしますだけだわみたいなそんな感じでですね、全く喋らないとか全く人間に合わない生活っていうのはやっぱりですね、1週間ぐらいだったら大丈夫なんですけども、明らかにそれ以上過ぎると1ヶ月間くらい完璧な引きこもりとかをするとですね、必ずメンタル的に来るんですよね。なのでそういう意味でもジムに行って自分以外の人間に会って、ちょっとした会話をするとか、別に会話をしなくても他の人間がいる空間に行くっていうだけで全然このメンタルはある程度保てる状態になりますので、そういう意味でもスポーツジム
のこの8,000円っていうのは無職の私からするとだいぶ出費的には大きいんですけれども、この本当に生命維持のためには必要不可欠というくらいに思ってます。で実際にね、このジムに行かなかったら本当にメンタル病んでて心療内科とかそういうとこに通ってたかもしれないし、今のね食生活とかだと糖尿病とかになってたりとか、高血圧とかでぶっ倒れたりとか、もしくは心筋梗塞を起こしたりとか、そういうのもね起こってたかもしれないですよね、もし私が全くジムとかに通ってない人生だったら。なのでそういう意味ではもしかしたら毎月8,000円っていうのは結果的にはお得なのかもしれないなとすら思ってますね。もしかしたら病気になってもっとお金かかったりとか、全く働けなくなってお金に困ったりとか、そういう可能性もあるわけですのでね。はい、では続いて、美容衣類ですね。これはですね、もう外食カフェと同じでですね、無職引きこもりの私には全く必要のない項目でございます。節約的にはとってもいいんですけれども、私の人生的にちょっと心配だっていう部分はありますね。うん、ただ髪の毛、美容院はね、この前行ったのが年末だったのでもう4ヶ月以上経っちゃってるんですよね。あまりにもちょっとこの身だしなみ的にちょっとみすぼらしいというか、ちょっと身だしなみの観点からするとそろそろ一回行かなきゃかなっていうふうに思ってます。はい、では以上が変動費ですね。3万飛び563円でした。かなり今回は底値というか安い生活費でしたね。本当最低限のお金しか使ってないっていう感じでした。はい、では最後に社会保険料になります。で、私は今働いてませんので、国民年金と国民健康保険っていうことになるんですけれども、実は国民年金はですね、免除申請をしています。全額免除の申請をしてるんですね。もうここ3年ほどですね、会社員を辞めてから、収入も全くない月もあれば、派遣で働き出したと思ったら結構すぐ辞めてとか、もともと短期の派遣だったりとか、あとはアルバイトをやったりとか、そんな感じでしたのでですね、ほぼ国民年金では最初は払ってたんですけれども、さすがにですね、どんどん自分の貯金がですねなくなってきて、この貯金が尽きるまでに自分はちゃんと生活費以上働ける状態に戻れるんだろうかっていう不安があってですね、そういう不安もあって国民年金を全額免除にするっていう決断をしたんですね。でですね、もう1年数ヶ月免除にしてるんですよ。次の夏が来ると丸々2年くらい免除した計算になるかと思います。でね、いずれちゃんと収入が得れるようになったらまとめて払おうかなっていう気持ちはあるんですけれども、いかんせん今私がいつちゃんとした状態に、生活費くらい働ける状態に戻れるんだろうっていうのがですね、全然わからないので、もう先のことよりとりあえず今のことっていう感じでですね、国民年金はですね全額免除にしてますので、今は0円となっております。ちょっと悲しいですね。で、国民健康保険なんですけれども、ですね、今年分、今期分っていうのがまだ連絡来てないのでちょっとよくわかんないんですけれども、とりあえず今回は払ってないです。後でまとめて払うことになるかもしれないですけれども、ただね、前年度の私の収入を考えますと、1万円とかは絶対にいかないと思いますね。はい、そんな感じで
今回は社会保険料は0円でした。では、1ヶ月の生活費、先月4月の生活費の総合計になりますが、総合計はこちら、88,278円でした。だいたいですね、いつもこの金額10万円くらいなんですね。なので、今回はだいぶ安い方っていう形になります。国保とか払ってないっていうのがあったりとか、あとは完全なる引きこもり生活を送っていたっていうこととかですかね。特別本当に生きていくのに必要な出費以外は今回はなかったなっていうふうにちょっと悲しいけど思ってます。はい。では1ヶ月間この88,278円、何をどれくらいの割合で使っているのかっていうのがこちらの円グラフになりますね。はい。半分近くが家賃になりましたね。これがね、もしこの洋服を買ったとか外食に行ったとかそういうのがあるとね、このおそらく家賃が4分の1ぐらいになったりとかするんでしょうが、割合的にね他の出費が多くて悲しいかな、半分近くが家賃になっております。いいんだか悪いんだかって感じですね。もう本当に理想はいつか私がちゃんと人並みにお金を稼げるようになって、今月はちょっと洋服買っちゃったなとか、外食行っちゃったなとか、飲みに行っちゃったなとか、友達と遊びに行っちゃったなとか、旅行に行っちゃったなとか、そういう金額が増えるようであればいいなっていうふうに今の夢ですかね、それがとりあえずそんなふうに思ってます。これが先月4月の生活費でした。